皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている人へ向けたチャンネルです。皆さん、お元気ですか？日本はだんだん暖かくなってきて、春を感じています。皆さんは、春といえば何を思い浮かべますか？桜とか、花粉症とか、いろいろありますよね。日本の春というテーマの動画でもお話ししましたが、日本では春は卒業、入学など新学期が始まる季節なんです。学校だけじゃなくて会社も4月に新入社員が入る会社が多いです。日本に住んでいる人は真っ黒のスーツ、白いシャツ、黒い靴、黒いバッグ、きっちりと整えられた髪型で街を歩く若い人を見たことがあるかもしれません。私も今日は久しぶりに入社式で着たスーツを着てみました。あんまり綺麗に保管できてなくて、シャツもジャケットもシワシワになっていたんですけど、あんまり気にせずに見ていただけたら嬉しいです。もし、今の時期に皆さんが街でこんな格好をしている人を見たら、それは多分どこかの会社の新入社員だと思います。その姿を見ると、私は就職活動時代の嫌な思い出が蘇ります。就職活動とは、仕事を見つけるための活動のことです。会社について調べたり、面接を受けたりすることですね。日本の就職活動って本当に独特で、なんでそんなルールがあるんだろうみたいに思うことがよくあります。ということで今日は日本の就職活動についてお話ししようと思います。これは日本の文化について深く知ることができるテーマだと思います。なぜ日本の就職活動は特殊なのか、最近の変化、そして私の就職活動をしていた時のエピソードもお話しします。ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです。まず、日本の就活を語る上で避けて通れないのが新卒一括採用というシステムです。就活っていうのは就職活動を略した言葉ですね。で、新卒は新しく卒業した人、つまりその年に高校や大学を卒業した人のことです。そして一括は一つにまとめることです。採用は必要なものを取り入れる、利用することです。そう。日本では新卒がみんな一緒に採用されるんです。海外、例えばアメリカやヨーロッパでは大学を卒業してから仕事を探すのが一般的ですし、企業に空きが出たタイミングで募集がかかることが多いのかなと思います。でも日本は違います。学生のうちから就職活動をして、あなたを採用しますと会社から約束してもらって、そして次の年の4月1日に一斉に入社するんです。
このあなたを採用しますと約束してもらうことを内定と言います。この内定をなるべく早くもらうために就職活動を早めに始める学生が増えています。会社によって新卒を何人採用するかは違うんですが、多いところだとグループ全体で1000人ぐらい一気に採用します。そう。その会社は1000人の未経験者をゼロから育てるということですね。なぜこのようなスタイルをとっているのかというと、日本の働き方が関係しています。日本には死ぬまで同じ会社で働く人がたくさんいます。今は転職する人も増えましたが、昔は学校を卒業して一番最初に入った会社で死ぬまで働くことが普通でした。だから新卒をゼロから育てることは何にも染まっていない人をその会社専用に育てるという点で都合が良かったのかもしれません。また働いている側からしても、この会社に育ててもらったから恩返しするんだといった気持ちを持って転職せずに同じ会社で働き続ける人もいます。でも全員未経験者なんだったら何を基準に人を選んでいるのかと思いますよね。それはポテンシャルです。海外では何ができるか、スキルが問われますが、日本の新卒採用で問われるのは、これから何ができるようになるかというポテンシャルなんです。もちろん、学歴や資格、語学力なども選ぶ基準になっていますが、スキルよりも、この人はうちの社風に合うか、ストレスがかかる状況でもきちんと働くことができるのかという性格が重視されます。だから、書類や面接で聞かれる質問も、学生時代に何を頑張って、そこから何を学びましたかとか、あなたが困難にぶつかったとき、どう乗り越えましたかという内面や考え方がわかるような質問がされます。採用プロセスもすごくめんどくさいです。まず、受けたい会社があったら書類を出します。そして書類が通ったら次は面接です。面接はだいたい3回か4回くらいあります。面接の他にもグループディスカッションっていうグループで話し合いをするところを面接官が見てグループ適性を見るという試験をする会社もあります。あとは簡単な学力テスト、性格テストがある会社も多いです。そしてそれらの面接、試験をすべてクリアしたらやっと内定がもらえます。内定をもらったらそれを受け入れるか断るか選ぶことができます。何社も同時に受けるので何個か受かってしまったら断らないといけないですよね。会社側もそのつもりで予定人数よりも少し多めに内定を出します。そして日本では職種別の採用というのはあまりありません。
もちろん、専門的な知識が必要な仕事では、職業別に採用されることもあります。でも、文系の仕事、営業、マーケティング、人事などは、採用が決まって入社してから、あなたには営業をしてもらいます。と言われるみたいな感じです。だから、この会社で商品開発がやりたいと思って入社したのに人事部に配属されたなんていうこともあります。私は個人的にこの制度があまり好きではありません。どの会社に入るかももちろん大事ですが、そこでどんな仕事をするかの方が仕事を選ぶ上で大事なんじゃないかなと思います。そして日本人といえばマナーですよね。就職活動にもマナーがたくさんあります。まず服装は落ち着いた色のスーツです。バッグも靴も決まった色、形のものです。そして髪型も私みたいに髪が長い人は結ばないといけなかったり、いろいろ気をつけることがあります。部屋に入るときはドアを3回ノックして失礼しますと言いながら礼をします。そして椅子の横に立って名前を言います。どうぞと言われるまで座ってはいけません。こんな感じでルールがたくさんあるんです。想像しただけでもめんどくさいですよね。はい、ここからは私の就職活動についてちょっとお話ししようと思います。まず私は70社ぐらい会社を受けました。この数からも想像できるかと思いますが、たくさんの会社から不採用通知をもらいました。日本ではお祈りメールって呼んだりします。今回はご期待に添えない結果となりましたが、今後のご活躍をお祈り申し上げますという文章がメールで来るからです。私はこのお祈りメールをとんでもない数もらいました。学生の中には5社ぐらい受けてすぐに決まってしまうという人もいますが、私はなかなか内定をもらえなくて、結果70社になってしまったという感じです。やっぱり何回も落とされると精神的に辛くなってくるんですよね。今まで自分がやってきたこととか、性格とか、話し方とか、雰囲気を見て、この人とは働きたくないなと思われたってことじゃないですか。自分という存在を否定されたような気持ちになって、すごく落ち込みました。結局、3、4社くらいから内定をもらって、その中から今働いている会社を選びました。当時はあまり満足のいく結果ではなかったんですが、今はこの会社で働くことができてよかったなと思っています。さて、ここまで不思議な日本の就活についてお話ししてきましたが、実は今このシステムも変わってきています。IT 企業やスタートアップ中心に一年中いつでも応募できる
通年採用導入する会社があったり、私服で面接をする会社もあるようです。インターンを募集してそこから採用するというスタイルを取る会社もだんだんと増えてきています。はい、今日は日本の就職活動をテーマに海外との違いやその背景について語ってきました。皆さんは日本の就活をどう思いますか？もっと自由にすべきだと思うか、このシステムがあるから安心だと思うか、ぜひコメント欄で教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。